はいどうも B 賞です、今日はフィギュアの植毛について、やり方とか使用する素材、使う道具について解説していこうと思います。動画自体は作業風景を流しつつ、声と字幕の方で解説していくので少しでも参考になれば嬉しいです。他にもホットトイズのカスタムだったりレビュー動画を投稿しているので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではまず樹脂でできている髪の毛の部分をカットしていきます。頭はなるべく丸く、ヒゲの部分も人間の輪郭に近いような形でカットしていきます。もう一つポイントとしては、髪の毛の分け目となるところに、少し溝を掘るような感じで、切れ込みを入れておくと後で植毛する時に分け目が作りやすくなります。今回の作業では100均で買えるデザインナイフと超音波カッターの Z30 というような型番を使用してます。一応デザインナイフでも切ることはできるんですけど、かなり力いるので怪我には十分注意して作業するようにしてください。超音波カッターであれば比較的簡単に力を入れずに切ることができます。このように一通り削り切ったら、次はこの裏にある穴の部分をパテで埋めていきます。今回使うパテはこちらのタミヤのエポ消しパテを使っていきます。そして今回植毛カスタムに使用する毛はチベットラムファーという素材を使用していきます。ただこの素材日本では気軽に手に入れることができなかったので、今回は楽天で購入したマフラーに使われているファーを分解して使用していこうと思います。ちなみに Amazon で買えるドールヘアも試したんですけど、素材が硬かったり直毛すぎることもあって、僕個人的には植毛カスタムには向かないのかなと思いました。それに比べてこのチベットラムファーはもともと柔らかいですし、毛先がカールしているのでとても使いやすかったです。接着する時の糊なんですけど、最初はボンドのウルトラ多用度のクリアを使用していたんですが、ちょっとこの接着剤乾燥が早いこともあって、蓋を開け閉めする手間がかかったりとか、ちょっと使いにくかったので、途中から Amazon で購入したこちらのクラフト用接着剤を使用しています。この接着剤を使った感想としては、息を引きやすいというようなところはデメリットだったかもしれないんですけど、クラフト用というだけあって特に仕上がりが目立ったりもしませんし、固まるスピードもちょうどよくて、とても使いやすかったかなと思います。ただ後で映像で出るんですけど、ポニーテールが浮かないように接着したりとか、あんまり目立たないところについては瞬間接着剤を使用するのもありかなと思いました。ただどうしても白く固まってしまったりとか、本当に早く乾いてしまうので、基本的には使用しない方がいいと思います。植毛するときはこの糊を毛の根元にヘラや爪楊枝で塗って押さえつけるように接着するというような感じです。襟足とか首に近い方から頭頂部にかけて植毛していきます。はい、ここから髪型のセット方法なんですけど、実際に髪の毛に使うワックスとか、ムースでセットするというような方法もあるらしいんですけど、今回はタミヤの筆先を整える筆用コンディショナーと、あと水を使いました。まずはじめに水で軽く濡らしてから、このコンディショナーを筆で塗って整えていきます。結構毛の束感も再現できましたし、固まりすぎることもなく、結構ねこのコンディショナーセットに向いてるんじゃないかなという風な感想です。一通りセットが終わったら毛をカットしていきます。ここら辺は切りすぎないように、少し長めに切ってから毛先を整えるというような感じで作業していきましょう。ということで仕上がりはこんな感じになりました。点数で言えば60点くらいの出来かなと思います。反省点としては頭のボリュームがちょっと大きくなりすぎてしまったので、毛を減らすか初めに頭を丸く削った時にもう少し小さく削ってもよかったかなというふうに思いましたね。あとはヒゲですね。遠目で見る分にはあまり違和感感じないんですけど、近くで見ると雑になってしまったなというような感じもしますし、編み込みが途中でほつれてしまったので、そこをしっかり再現できればもっとリアルに仕上げることができたかなと思います。ただ大体のやり方とか作業のポイントっていうのは今回分かったので、今後やり直しをするか他のフィギュアでも植毛カスタムしていけたらいいなというふうに思ってます。その時はまたダイジェストかもしれないんですけど、動画化して紹介していこうと思います。はい、ということで、今日の動画少しでも参考になったなと思ったらチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。質問とかあればコメント欄の方でお答えするので、ぜひ何でも聞いてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。